皆さん、こんにちは。アンの茶道生活へようこそ。本日は満開の桜をめでた後に開かれた花見の茶事のご紹介です。これまでの茶事の動画は実際にお客様をお招きし開かれていたため、お食事の出し方を簡略化したり、お菓子の出し方を命名皿にしたり、コロナ禍のための制限が多々ありました。今回はあえて本来の流れにのっとってしっかりコロナ対策を講じた上で茶事の全体像をロケとして撮影し、皆さんに楽しんでいただこうと思います。茶事とは茶室にお客様をお招きし、お食事とお茶のフルコースを提供する日本流の最高のおもてなしです。それでは花見の茶事をご覧いただきましょう。時刻は午前11時。咲き誇る桜が目に焼き付いたまま、まだ興奮冷めやらぬ状態で茶事の始まりです。到着して、まずは寄り付きと呼ばれるお部屋で身支度を整え、改めて挨拶を交わします。本日正客を務めさせていただきます。皆様どうぞよろしくお願いいたします。そうです。今回は正客を務める私の目線から、皆さんに茶事の流れを案内してまいります。他のお客様からの挨拶も受け、白湯を一杯いただき、一息つきました。それでは外腰掛けに移動し、亭主のお迎えを待ちましょう。用意された円座は皆さんが使いやすいよう配置します。タバコ本は次客との間に。亭主が迎えに来ました。私たちも立って静かに挨拶を受けます。その後、つくばいで雑念を払って心身を清めます。にじり口の戸を開けて扇子を前に置き、茶室内の様子を伺い、また扇子を進め、ねじって入ります。にじり口に向き直り、草履を重ね、立てかけておきます。床の間と釜を拝見して定座につきます。末客がにじり口を軽く音を立てて閉め、席入りした合図を亭主に知らせます。客が座に定まった気配を見て、亭主は茶道口を開けて主客総礼いたします。どうぞお入りを。と私が声をかけると、亭主が茶室に入ります。扇子を前にして進み、本日はお招きをいただきありがとうございます。と改めてご挨拶。次客以下も順に挨拶を交わします。挨拶が一巡すると、私は寄り付きの掛け物について伺い、また路地で感じた亭主のお客様に対する心入れに感謝し、その旨を伝えます。続けて本席の掛け物について尋ねます。亭主はお尋ねにお答えし、話の切れ目を見て茶道口に下がります。続いて亭主は茶道口立て付けに炭取りを置き、襖を開け総礼。炭取りを炉の右横に置いてもう一度立ち、廃棄を取りに水屋に戻り、再度炉の前に座ります。所済み出前の始まりです。4月にもなると気温が上がり、お客様に暑苦しさを感じさせないよう、炭火を覆うように羽のついたこのすき木釜が使われます。五徳を使わず、炉壇に置いたすき木の上に釜を据えることから、すき木釜と呼ばれるようになったそうです。羽箔機でしょばきを始めると、私たち客は炉の近くに寄って拝見します。亭主は下火を直して炭をついでいきます。この炭の形やサイズ、入れる順番や場所なども実はルールがあるんですよ。天炭を継ぎ、火鉢を炭取りに戻したところで、末客から継ぎ礼をして順次席に戻ります。ごばきをしてお香を焚き終え、香合の蓋を閉めたところで、私からお香合の拝見をお願いしますと申し出、亭主は香合を回して拝見に出します。続けて釜を炉に据え、釜蓋をあの字に清め、
草で釜の蓋を開けて水屋に下がります。私が香合を取りに行き、次客との間に置き、次礼をして拝見します。末客まで拝見が終わると香合を返します。亭主が入り、まず私からお礼を述べ、香合の形やお香の銘などを伺い、亭主がそれに答えます。亭主は香合を持って茶道口に下がり、立て付けに置いて総礼し、一旦襖を閉めます。亭主は再度襖を開け、自分時でございますので、勝手を見繕って粗飯を差し上げますと挨拶して水屋に戻ります。さあ、この後茶会席が始まります。そちらの方は花見の茶事第2部の動画でお楽しみください。そしてよろしければグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。